別にお金ないならないなりに好きなやつ買えばいいと思ってて、そこから知っていく方が大事だと思うんですけど。なんかテーマというか雰囲気を合わせつつちょっと変えるずらしていく感じそれがなんかセンスなんですね。そうですね。安田さん、はい。さあ今回の動画なんですけれども、はい。空間をワンランク上げたい人が取り入れるべき家具というテーマでございます。はい。難しいですね。そうなんですよ。大体の人のイメージですよ。じゃあ家建てるとか、じゃあ家に家具入れましょうってなったら、ソファー入れますよねと。テレビ台とか入れますよね。ダイニングテーブルとか、ちょっとローテーブル入れちゃったりとか、チェア置いて。だいぶ入っちゃったね。でもそのローテーブルは入れる人もいるんで、許してください。はい。OK です。でもぐらいで終わるんですよ。いい感じにいいものがあるイメージで、ただそれを実現するイメージがつかないみたいな。せいぜい4、5個で終わっちゃうみたいな感じなんで、何入れるといいんだろうみたいな話をしてほしいです。はい。はい。じゃあ、まず、ラグじゃないですかね。ラグですか？床に引く、ソファーの前とか、センターテーブルの下に引くラグが、どういうデザインかによって結構空間の色味も結構割合としてでかいと思うんで、ラグの選定は結構大事かなと思います。早速別にもう全く想定してなかったものが来てどういう質問しようかなって逆に何を想定してた？いや何も想定できてないからこの質問してるんですけどでもラグいいですね。難しいから。確かに選ぶ時も結局なんか無難なものになりそうな気がしてやまなくて、単色とか黒基調にって揃えたいみたいな方とかだとどうしてもそこにじゃあオレンジとか入れれないわけじゃないですか。いや入れれるよね。入れれるんですか？入れてたらかっこよかったりする。へそこなんだ。ダークグレーの壁で、ソファーブラックで床が、グレージュとかのタイル引いてるところにオレンジのやつ引いてもかっこいいと思うし、なんか安田さんが言ったらかっこいいなってイメージできるんやけどそうなんですけど色だからダメっていうわけではないか。色と逆になんかあと要素はあるんですか？毛足の感じとか形だよね。この正方形だけじゃないし、サークル型もあるし、あとちょっとランダムっぽいなんかいろいろ種類は実はあって、毛皮っぽいやつもあるし、なんか動物の毛剥いだみたいな形してるやつもあるじゃんね。そのまま持ってきましたよっていうみたいなでかいやつみたいな、ああいうのも組み合わせ方によっては全然ありだと思うし、面積が結構でかいアイテムなんで空間のコントロールするためには結構最初に押さえとくべきものかもしれないです。ある程度一通り揃った時に、一緒にトータルでラグを入れようってなって入れるみたいな感じですよね。後からちょっとなんかワンポイントみたいな感じで決まるんじゃないですか。じゃないね、最初の前半ぐらいにソファーと一緒に選ぶ感じ。色合いとその空間全体のデザインをちょっと意識してみたいな。そうっすね。ラグか。攻めるのがいいですか？ラグは。確かに。なんかソファー攻めるかラグ攻めるかセンターテーブル攻めるかじゃない。そこがセットなんですね。その辺全部攻めれたらちょっとガチャガチャだけど、ある程度ソファーをベーシックな色味のやつにしたらラグちょっと遊んでもいいと思うし、その逆もしかりだし。逆もしかり。ただラグの方が多分遊びやすいかも。ソファーは結構ボリュームがあるし割合がでかいんで、そこを遊びの要素持ってきちゃうと結構ガチャついて見えるんで、床で遊んだ方がいいかもしれないです。そうですね。パッと見なんかラグだったら平面ですけど、やっぱソファーとかだと立体になるんで、例えば同じ面積というか、場所を取ってますよってなってもだいぶ印象は違いそうな気はしますね。一つ目じゃあラグ入れていきましょうというところで、ラグの上にある例えばセンターテーブルじゃなくてオットマンみたいな、結構使い勝手めっちゃ良くないですか？確かに座れるし、テーブルにもできるし、空間のなんか余白を埋めれるし、で大人数で来てもいろいろフレキシブルに使えるしみたいなのはあったらおしゃれだし、物としても使えるし、両方にとってメリットあるかなと思うんでいいと思います。おしゃれに見せるなら、その上に、ちょっとしたプレートみたいなやつとか本置いたりとか、そういうことだよね今日聞くのって。そうですおしゃれに空間見せる、おしゃれに見せたいです。どうコーディネートするかって話でしょ。そこにちょっとブランケットみたいなやつかけてあってもいいと思うし、なんかかっこよく見せるならね、なんかそういうのに洋書置いてあったりとか、そのデザイン系の雑誌置いてあったりとか、海外の雑誌置いてあったりとか、あとお盆みたいなプレートみたいなところの上にちょっとリンクみたいなの置いてあると、それだけで結構絵にはなる。なるほど。単品で置くんじゃなくて、ちょっと
プラスして上に置くとか。プラスして。これ試せますね。それおしゃれだ。はい。そんなにお金もかからなそうだし。そうだね。やりたい。うん。やってください。オットマンはソファーと合わせるんですか？ソファーと色味合わせた方がやりやすいね。色味合わせつつ、じゃあどちらかというとその上に乗せるものとかでやるならちょっと遊びにかかるみたいな感じが一番。なるほど。ソファーとオットマンのその色味は一緒だけどマテリアル変えるは結構いいと思います。同色異素材みたいな。なるほど。ソファーはファブリックだけど、オットマンだったらレザーとか。逆パターンもありやし。入れたいですね。確かにちょっとあれですもんね。マテリアル変えるだけでもちょっと同じ色でも微妙に違うというか、状態は作れると思うんで。多分そういう方がおしゃれじゃないかな。なんか同じ色でコーディネートしてるけど素材が全部違うみたいな。椅子もそうやしテーブルもそうで、その辺の組み合わせでそれだけでもかっこよくは見せれます。同じにしすぎない。全く一緒のものにしすぎないみたいな。なるほど。なんかテーマというか雰囲気を合わせつつちょっと変える。ずらしていく感じ。それがなんかセンスなんですね。そうですね。やりすぎない。やりすぎちゃうとなんか難しくなってくるんで、外しやすくなってくるんで。とかごちゃごちゃに見えちゃったりとか。そう。失敗はありますね。あとはフロア照明ですかね。天井についてるとかつってるやつじゃなくて床に置いてるやつで、自立式のちょっとボリュームあるやつでもいいし、フレームっぽい感じでビヨーンって伸びてるやつでもいいし、いろんな種類あるんですけど、全体を明るくする必要がない場面もあるじゃないですか。人が集まってワイワイやるときは明るい方がいいけど、寝る間際とか、落ち着いた感じにしたいって言ったら調光して明かりを落として何個か置いてあるフロアの照明をつけるだけでも雰囲気全然変わるし、若干全体暗くしつつの床面に近いところで光ってるやつがあると豊かな感じです。確かにですね。おしゃれ。プロジェクター入れてますみたいな人とか、なんか映画見るとき真っ暗は違うしな、みたいな。特に家で。なんかちょっとなんかそういうのつけるだけでも違ってきそうですね。そうですね。寝る間際のちょっと一杯飲んで寝ようかみたいな時間とかの照明とかはそういう風がいいと思うし。いいですね。いい。そんな男になりたい。雰囲気がいいですよね。雰囲気いいよね。それはどういうものを選んだんですか？素材云々よりその見た目とか形で最初決めちゃっていいと思うんですけどね。なんか合わせ方は結構やりやすいやつだと思うんです。それは作りもいろんんな種類ありますもんね。めちゃめちゃあります。一本でボンってその棒が光ってるパターンもあれば、照明がついてるものもあったりとか、グイーンってアームで伸びてきてるやつもあるし、ですよね。イサム野口みたいな感じで和紙貼ってあって提灯みたいな感じになってるやつもあるし、インダストリアルな感じのものを流用してるフロスみたいなブランドのやつもあるし、いろいろっす。ブランドから絞るんですか？もう形から絞っちゃう形でいいっす。はい。ブランドでもだから結局一つのブランドでいっぱいの種類があるから、ブランドで絞っても意味ないよねっていう感じですね。そこはもう好きな形でいいと思います。今日の回いいっすね。今日めっちゃ実践できますね。ワクワクしてきた。チーターやけどいろいろ入れてみたいですね。そうですよね。あとは分かりやすいやつでいくと観葉植物をどう入れるかっすよね。観葉植物ね。でなるべくでかいやつ入れた方がかっこいいっす。1個で。そうなんですか？ちっちゃいやつポンポンポンは弱っちいんで弱っちいんでなんか1個では済まないじゃないですか。何個かなんかダイニングテーブルの真ん中に多分ラグとか引いてキャンドルやってその脇にサボテンとか多肉系を並べるぐらいは全然おしゃれだし、やりやすいですけど、メインのリビングとかダイニングを彩るんであればちょっとデカめの鉢に天井に近いまで葉っぱがバーってあるやつとか入れちゃうと空間全然ガラッと変わるし、結構一気になんか森っぽくなりそうですね。その1個があったら。そうですね。森っぽくまではいかないけど、さすがに。けどその有機物が入ることによって結構空間はガラッと印象が変わるし、お試しください。1個で森っぽくって言ったら視聴者どんだけ狭い家住んでんねんと思われてる。ちょっと大丈夫かなと思われてるかも。頭でジャングルみたいな想像したけどそんな入れなくていいですよね。そんな入れなくていい。とりあえず1個。とりあえず1個大きいの。だからそのおすすめの種類とかあるんですか？結構いっぱいあるじゃないですか観葉植物って。結構あるんでまたそれ別の回でやりましょうか。観葉植物は。一旦今見てちょっとどうしても気になるって方はどうしましょう？
西田さんの動画でも見てもらあれ観葉植物じゃないけどそう植物ではあるけど参考にはならないですね。観葉植物会はやりましょう。一旦予習しといてもらってまた別でこっちも取りますって感じ。結構種類あるし、結構その印象も違いますもんね。そうですね。全然変わるし、枝物の方が逆に楽かもね。その葉っぱの形で印象変わるじゃないですか。可愛らしくなったりとか、なんかよくある形に見えちゃうやつ、なんか でかい葉っぱの丸っぽいやつだと、まあまあよくあるねみたいになっちゃうから、まあそれでも全然いいんですけど、枝物でグイーンってやって先端だけちょっと咲いてるとか花があるとかってなるといいかもしれんし、そうすると でかいこう水差しみたいなものがドンって置いてやって、そこに枝ぶりがいいやつをやって、2、3週間ぐらいこう、まあ、花が出るまで楽しめるっていうやつもあってもいいと思うんで。入れ物もセットで。入れ物セット。インテリアというか。そうそうそう。になるんですね。入れ物が大事ですね。入れ物大事ですね。大事ですね。何でもいいわけじゃないですね。あ、じゃあこれセットですね。2つで。セット。植物と入れ物。はい。柿と枝みたいな植物。どんなのがいいですか？入れ物は。空間によるんですけど。そうですよね。シンプルな空間だったら逆に壺っぽいやつでもいいかもしれないです。焼き物の大きい壺が周りがシンプルがゆえにそこが結構目立つし、でそれに合うこう、まあ、植物はその時選定するんですけど、まあ、そういうものもいいし、逆に周りがインダストリアルとかヴィンテージっぽい風だったらアンティークガラスでできてるでかい丸っこい筒でもいいかなと思いますし、アンティークガラスでできてる、綺麗すぎないやつ、ちょっとこうムラがあるガラスみたいなでちょっと大きい重量系のやつがあると年代物っぽく見えるし雰囲気にもマッチするかなと思います。観葉植物まで来ましたが、他何かありますか？あとは、まあアートとか。アート系はもうピンキリなんであれですけど、キャンパスに描いてる絵なのかオブジェっぽい作品なのか、絵でも現代アートっぽいやつじゃなくてちょっと和っぽい書が描いてあるやつとかはまあいろいろ種類あるんですけど、まあ、そこはなんだろうな、実際入れる家の雰囲気に合わせてそれはその時選定しんと今何とも伝えにくいけど、入れたいアートがもし先にあるならそれに合わせて壁面のデザインをするみたいな方がやりやすいかもしれないです。もうそっちに合わせちゃう、もう決まってるなら、まあ、この絵入れたいんですよねみたいな人もいるし、大きさもあるってなると絵のバランスの壁面の大きさってあるんですよ。そうこのアートはこの壁じゃ足りんよねみたいなところがあるし、その余白としてちょっと多すぎるよねとかあるんですか？そう壁がなさすぎるとそういうのもできないしってなると、まあオブジェっぽいやつにするとかね、自立式の石像とか彫刻とかアートっぽい家具入れるとかっていうのは全然ありだけど、壁にそういうアートを飾るならそれなりのこうキャンパスが映える色味の壁面とか素材にしとかんと潰し合っちゃう。なるほど、それこそこのメゾンの壁は、最初見た時は何にもない壁だなと思ってたんですけど、想定してたんですか？そう、絵を飾ろうと思ったから最初は、まあ、石とか貼ろうかなと思ってたんですけど、そこにアートってうるさすぎるしごちゃごちゃしすぎるから逆にシンプルにしようと思って想定するヴィンテージのものとかアートとかが何個かあったんで、色味とか素材感はやってそこにこうアートでかっこよくしようみたいな感じです。めちゃくちゃかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいです。アートも含めてなんか完成した感がありますね。バランスも、余白もそうですけど、これが例えばどっかの一つの絵がちょっともっと大きかったりとかすると、ちょっと窮屈に感じてるよねみたいなところとかがあるんですよね。あとまあ色味だよね。アイテムの色味がなんか赤色とかパステルから来ちゃうと全然崩れちゃうんで変わりそうですね。絵飾りたいとかいう人めちゃくちゃ難しくないですか？じゃあいや絵はむずいね。だって正直紫ですよ。普通絵飾る壁って白っぽいじゃん。美術館もそうだし、それだったらまあ何でもいけるからそうしてるんですけど、ある程度決まってたらそこの壁の色はコントロールしちゃえばいいんで、そういうところもやってますね。ちなみに安田さん最初に買ったアートって何ですか？スプレーアートみたいなやつのグラフィックがやってる写真っぽいアート、壁に飾るような。壁に、飾る。いやなんか一発目って結構難しい。何買えばいいのかなと思って、別にお金ないならないなりに好きなやつ買えばいいと思ってて、まあ、そこから知っていく方が大事だと思うんですよ。まずは1個買ってみると。まず買ってみて好きなもの買ってみて、まあ、その先になんかそっち系がいいのかもうちょっと違うやついいのかっていう風に分岐してって好きな多分ジャンルが決まってくると思うんで、まず買ってみた方がいいです。
まず触れてみる、買ってみる。はい、原田さん、絵を買いに行くっていう企画をやりましょうか。飲みたいと思うな。初めての爆買いチャンネル。いきなり参りましょうか。一旦でもそんなところですか？どうですか？初級編はそんくらいじゃないですか。まあ初級編なんで、はい、これ上級編にするともっとその分の出てきそうやな。もうちょっとマニアックなのはいっぱいありますけど。分けます？分けましょうよ。なんか分けましょうか。ここ結構いっぱいあるから。今一番は王道ぐらいの話ですね。そうですね。今の家にも取り入れやすいなっていうところはすごい感じたので、特にそのスタンドライトとか、はい、オットマンとかもしかしたら大きいものとかは入れられないかもしれないですけど、ラグもそうですし、観葉植物とかも含めて結構入れられそうな部分があるんで、家作りのところもそうですし、自分たちの家でも参考していただければっていう感じですかね。そうですね。はい。じゃあ後半で上級編。上級編。後半か、まああと2、3本撮る。はい。さらなる深淵に向かいたい方は、ぜひチャンネル登録をしてお待ちくださいと。はい。お願いします。よりマニアックになってきますんで。いいですね。お願いします。ということで、ご会長になります。ありがとうございました。ありがとうございます。